皆さん、こんにちは。私のチャンネルへようこそ。今日はバイナリー処理のトロバーサルについて話します。そこではデータを階層的に保存します。じゃあ、簡単な例で見ましょう。はい。ここで私が A というフォルダが作りました。このフォルダの中に B と C とフォルダがあります。あと、この B のフォルダの中に D と E と F とフォルダがあります。この D のフォルダの中に G と H とフォルダがあります。あと、この C のフォルダの中に I のフォルダがあります。この構想はツリーとして表すことができます。じゃあ、これは CMD で見ましょう。ここで私は CMD とタイプします。その後、ここでツリーと書いています。じゃあ、このフォルダの構想は見ることができます。この構想はツリーの指定表すことができます。じゃあ、どうやってこのツリーの指定表示は見てみましょう。次構想で私たちは新しい言葉があります。はじめて、ノード。この次構想にあるキーの要素はノードと言います。この A、B、C と D と E はノードと言います。その後、ルート。ルートはこのツリーの構想に一番上にあるノードはルートノードに言います。その後、親ノード、ペーレントノード。ペーレントノードは子供がある、子供があるノードです。その後、A の子供は B と C です。それだから、A はペーレント、親ノードです。その後、B の子供は D と E と F です。その後、B はこの全部 D と E と F の親ノードです。じゃあ、その後、コノードはチャイルドノードと言います。コノード意味は、この B はペロンノードです。その後、D と E と F はコノードです。その後、A のコノードは B と C です。はい。その後、リーフ、ハーノード。ハーノード意味は子供がいないノードです。この B のノードに子供があります。D と F の子供があります。でも、この E のノードに何か子供がありません。その子供がいないノードを、ハーノード、リーフノードに言います。はい、その後、サブツリー。サブツリーは、この一部のコーツリーです。この A のツリーに、この、これはサブツリーです。あと、この C と E はサブツリーです。この後、ここで、この、これはサブツリーです。じゃあ、この新しい言葉は、ツリー構想に使用されます。じゃあ、次に、バイナリーツリーについて話しましょう。はい。ツリーにはいろいろな種類があります。でも、その中で一番よく使われるツリーは、バイナリーツリーです。バイナリーという言葉の二つのいう意味があります。つまり、バイナリーツリーでは、一つの親ノードに、高ノードは二つまでしかありません。はい。じゃあ、覚えておいてください。バイナリーツリーのノードはいつも子供が0の時もある。子供が0の時もある。子供が、子供が一つノードもある。子供が二つノードもあります。でも、
二つより多くにはならない。じゃあ、バイナリツリーのトロバーサについて話しましょう。簡単に言うとは、このツリーの中にあるすべてのノードに少なくても一回に行ってデータを読むことと言います。ツリーは主に3つの方法で読むことができます。はじめに、先行順、pre-order traversal、あと、中間順と高校順、post-order traversal。次の文に進む前に、このバイナリツリーで、このツリーで、この A はノードと言います。その後、左のサブツリーは、この B と D と E と S と I です。あと、右のサブツリーは、ここです。その後、このレブサブツリーのノードは、この B です。その後、このレブサブツリーの B はノードだから、この D と H と I は左のサブツリーです。あと、この E は右のサブツリーと言います。じゃあ、先行順について話しましょう。はい。この先行順には、私たちに3、順文があります。この順番で、はじめにルート、ルートノードに行きます。その後、左のサブツリーに行きます。まず、最後に、この右のサブツリーに行きます。じゃあ、このツリーでは、この、このツリーでは、先行順にがどうやって進むのか一緒に見てみましょう。はい。この先行順には、この先行順には、この順番に、このバイナリツリーをどうやって進むのか見てみましょう。はい。はじめに私たちはルートノードに行きます。このツリーのルートノードは A だから、はじめに A ノードに行きます。その後、レフ、左のサブツリーに行きます。このツリーの左にサブツリーはここです。だから、次に、私たちは B ノードに行きます。はい。後で、この B、B の左のサブツリーは、この D だから、あと、次に私たちは D ノードに行きます。後でこの D ノードに左のサブツリーは H だから H に行きます。じゃあ、私たちは A ノードから B ノードに左の D ノードにこの D ノードに左 H ノードに来ました。その後、右のノードに行きます。この I のノードに行きます。その後、このサブツリーの B に、左のノードに私たちが行きました。その後、右のノードに行きます。それは E だから、次に E ノードに行きます。はい。この左のサブツリーは以上です。だから、今私たちは右のサブツリーに行きます。だから、この A の右にノードは C だから、その後、私たちは C ノードに行きます。はい。この後、この C ノードの
いつもルートノードから左にノードに行きます。だから、この C ノードから左にノードは F だから、今 F ノードに行きます。その後、この C ノードに右のノードは G だから、最後に G ノードに行きます。じゃあ、これはどうやってこの先行順にトロバーサルはしたことです。じゃあ、先行順はよく使われる章を見てみましょう。はい。1番。ツリーの形を画面に見せたり、ファイルに保存したり、プリントしたいとき、プレイオーダーは、プレイオーダーはという意味は、先行順。先行順は、まずルートですので、きれいにツリーの形を表示できます。2番は、時々ルートが一番大事な情報や最初にやらないといけない勝利を持っています。プレイオーダーはルートから始まるので、大事なところを先に勝利できます。はい。今、中間順について話しましょう。中間順で、順番はいつも、まず、左サブツリーに行きます。その後、ルートに行きます。最後に、右のサブツリーに行きます。じゃあ、このツリーでは、どうやってこの中間順は進むのか、一緒に見てみましょう。はい。はじめに、左の、左のサブツリーを探しましょう。この A ノードから右と左とノードがあります。はじめに左ノードに行きます。その後、この左ノードがサブツリーがあります。このサブツリーに、この左サブツリーがあります。だから、はじめに私たちはこの H ノードの行きます。その後、左のサブツリーはやったから、その後私たちはこのルートに行きます。このサブツリーにルートは D だから、次に D ノードに行きます。その後、ルートノードに来たとき、次、右ノードに行きます。右サブツリーに行きます。だから、I ノードに行きます。じゃあ、この左のサブツリーに、左ノードは以上です。だから、左の後、ルートノードに行きます。だから、この左のノードに、ルートノードは B だから、次 B ノードに行きます。はい。その後、ルートノードに行ったとき、右のサブツリーに行きます。このルートノードに右のノードは E だから、その後 E ノードに行きます。はい。今、右サブツリーは以上です。その後、この左のサブツリーに全部ノードは以上です。この後、左の後、ルートノードを探します。このツリー構想で A はルートノードだから、その後 A ノードに行きます。はい。ルートノードは探しました。その後、ルートの後、右のサブツリーに行きます。このツリーの
右のサブツリーはこうです。はい。右を探します。その後、レフト、左のサブツリーに行きます。この C ノードに左のサブツリーがあるから、はじめにこの左のサブツリーに行きます。だから、次に F ノードに行きます。その後、左のノードを探しますから、やったから、ルートノードを探します。この右のサブツリーにルートノードは C だから、その後 C ノードに行きます。ルートをやった。その後、右ノードに行きます。この G ノード。はい。これはどうやってこの中間順なバイナリツリーでトロボーサルをやったみたことです。今、中間順のよく使われる場所を見てみましょう。はい。一度にバイナリツリーでは、インオーダーで読むと、小さい順から大きい順にきれいに並んで出てきます。その後、バイナリサーチのツリーから、バイナリツリーのから相当された理数を作りたいとき、インオーダーを使えば、そのまま整列されて理想とになります。はい。じゃあ、高校順にトロバーサについて話しましょう。はい。ここで4番に、はじめに左のサブキーに行きます。その後、右のサブキーに行きます。最後にルートに行きます。じゃあ、このツリーで高校順の、高校順のトロバーサルを見てみましょう。はい。はじめに左のサブツリーに行きます。このサブツリーに左のサブツリーはここです。この左のサブツリーにこの左のサブツリーがあります。この左のサブツリーにこの S のノード、この左のノードがある。だからはじめに H のノードに行きます。その後、右のノードに行きます。この左のノードに、右のノードはこの間から次、I ノードに行きます。はい、その後、ルートノードに行きます。その全部、左のサブツリーに、この D はルートノードです。だから、次、D のノードに行きます。その後、この左のサブツリーに、この左のサブツリーに、左サブツリーは D と1と E です。その後、右のサブツリーに行きます。じゃあ、この E ノードに行きます。はい。私たちはこの E ノードに来ました。これは右のノードです。その後、ルートノードに行きます。この左のツリーのルートノードは B だから、次に B ノードに行きます。はい。この後、この全部ツリー構想で、左のサブツリーは以上です。その後、右のサブツリーで行きます。この右のサブツリーで行きます。その後、この右のサブツリーで、左の
左のノードがあるから、はじめにこの F のノードに行きます。その後、右のノードに行きます。右のノードは G だから、右のノードに行きます。最後に、ルートノードに行きます。この右の3で、ルートノードに行きます。これは C だから、ルートノードに。その後、これは、その後、これは左のサブツリーです。この後、右のサブツリーと、そのサブツリーは以上だから、最後にルートノードに行きます。このバイナリ構想のルートノードは A だから、最後に A ノードに行きます。じゃあ、これはどうやってこの高校順にトロベーサルをやることです。はい。はい。じゃあ、高校順がよく使われる場所を見てみましょう。はい。一番は、メモリをフリーするときも、子供のメモリ、親のメモリの順で解放します。ポストオーダーは、この流れに合っています。2番は、フリーを削除するとき、高ノードを先に消して、最後に親ノードを、親ノードを消す必要があります。ポストオーダーは、その順番なノード、とても便利です。はい。これで、このバイナリーツリーのトロバーサルにビデオを以上です。見てくれてありがとう。